ホスト密着シリーズが、前回の配信で、99本だったんですよ。おお、そんないった99本です。そんないったんだ。1個ぐらいはなんか振り返りで1回見てもいいのかなっていう。なるほどね。そもそもどうですか、ホスト密着シリーズは、一番最初 YouTube 作りましょうって時に、反対したんじゃないですか、野中さんがね反対してホスト密着シリーズを続けたいって話だったら、じゃあそれならっていうことだったんじゃないですか。なんか企画ものとかやるの嫌だったし、その当時その YouTuber っていうそのくくりが、個人的にあんまり好きではなかったっていう。ただその時代の流れに乗るか自分の美学を貫くかの二択にすごい迷っている時に、そういう YouTube チャンネル立ち上げようぜってオファー来たから、その先でずっとやってたからホストの密着にあんま抵抗なかったし、なんか別に密着自体はそんなホスト TV から含めたらもう何年もやってるから、なるほどね、っていうのもあってOK しましたけどね。何か複数回見たことってあるんですか？本当自分の YouTube 振り返ることないからな。小宮有沙ちゃんと共演した時の回はもう10回以上見てますけどね。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。だからその先の時にね、はい、あ、そうなんです。VTR 見てくれて、ダイヤちゃん推しで、ありがとうございます。有沙ちゃん来ないなら出ないっていう話してて、斉藤さんに。それは嘘ですよね。まあそれは嘘ですね。いやでも本当。兄様の解説でまちこちゃんと小宮有沙ちゃん来てくれて、あの回はリアルに10回とか20回ぐらい見てる。あ、全く覚えてない。あれお気に入りです。あれ解説しますか、じゃあ。いやなので一回実際ホスト密着シリーズを見て、実際僕も聞きたいことはありますし、1個選びたいんですけども、めちゃくちゃあるのは本当に探すのがしんどい。これザ・バトルの時じゃない？はいはいはい。初代の最近のっていうのもあるから、ちょっとより感情がこうまだちゃんと残ってるっていうところで、でこのザバトの回ちょっと解説しよう。そうですね、一回見てみますか。エンジェルブラックは50。エンジェルブラックとこれ全部で合計出してほしいんですけど、すごいな。化け物やな。すげえ。かっこいいですね、やっぱ売れてるホストかっこいいです。こんだけ融資全然売れてなかったんだ。そうですね、入って間もない、カムバックして間もない時ね。誠にありがとうございます。昨年11月。ああ、なるほど、こんな時あった。そうですね、せっかくやるからね負けたくないんで、大きいグループさんだとは思うし、他にもたくさん大手ありますけど、結局ローランドグループって名前したんで。髪長えな俺この時。ランさん元気かな。これちょっと思ったんですけど、こう独立挨拶をするんですか、前のいわゆるお世話になった人に。僕本当にこう素人の感覚で、夜の街って大きいグループがいくつかあるんですか、そこから完全に独立するときに、なんかどういうなんか段取りなのかなっていう。なんかお世話になったところに挨拶したいじゃないですか。大体そのホストクラブで独立ってなると、いい雰囲気にはならないんですよ。お前独立するんだっていうような感じか、もう考え方合わないんで僕ら勝手にやりますよっていうようなパターンが多いんですけど、僕はあくまでもちゃんとかっこよくやめたいなっていうのはあったんで、お世話になったのは事実じゃないですか。で自分のスタッフがもしそういうことしてくれたら多分嬉しいと思うんですよね。ああ、なるほど。だから変な関係で終わりたくなかったっていうのはあったんで、ちゃんと挨拶しに行ったっていうのは基本ですよね。そういうのできないやつは多分何やっても成功しないですよ。なるほどですね。ザ・クラブに続いてローランド傘下にザ・シックが加わり、新生ローランドグループが誕生。このプロデュースバイローランドがついてて、ここついてないのでこれ何なんですか？いや、なんかもうよりシンプルにしようかなと思って、なんかこうプロデュースバイローランド入れててもよかったですけど、ザ・シックだけでもいいかなっていうのと、このデザインは実はジョー・マローンをモチーフにしてる。なるほど。そう、独立するときに、かっけえなあのデザインと思って。やっぱりそういうふうに後で俺がベンチマーキングしようっていう目線を持ってるんですか？そう。
なるほどね。そしてローランドが仕掛けた。開店間もない2つのホストクラブに売り上げの多さで優劣をつけようというのだ。その名もザ・バトル。これはちょっと待ってください。正直、この売り上げ上げたいっていうよりもこうなんか化学変化を起こしたくて、この当時がザ・クラブは結構メディアに対して積極的にやっているっていう、まあなぜならシックは完成されてて顔もかっこいい子が多いんですよ。で従来のホストとしてのやり方で普通に来店してもらってかっこいいから指名してもらってっていう、まあ、普通のホストとしてもう成り立ってたんですよね。かたやザ・クラブなんてもうオーディションから集めてもう1年未満の子たちだけでやってる、まあ、素人集団っていうような位置づけで、でもこの時クラブの方が売り上げ上がってたんですよ。素人がこのベテランのかっこいいイケメンたちに勝っちゃってる状況で、それをシックなやつらに見せつけて、お前らは変わんなきゃいけないよっていう、そういうなんかまあ危機感を、まあ、ここでみんなに感じてほしかったんで、だからこれはいい機会だなと思って、なんとなく俺この時にクラブが勝つような気がしてたんで、でシックはもっと伸びるポテンシャルあると思ってるし、なのでまあこれはいい核融合が生まれるんじゃないかなっていうところでこの図式が生まれた。いやまあ言いたいこといっぱいあるんですけど、ちょっと見ながら話しましょう。シックが伝え勝つんでみんな盛り上がっていこうぜ。よいしょ。これよいしょっていうなんでなんだろうって本当いまだに俺よいしょって言わないんですよ。なんかマイク終わって、終わった後によいしょっていうのなんかクソダサいなって思ってて俺の夢をこの先もずっと離れて見ていてください。よいしょ。来年は1位取りたいんで、ぜひともついてきてください。よいしょ。世の中にはですね、2種類のホストクラブしか僕はないと思ってて、それは俺がいる店かそれ以外か。よろしく10年前から本当何なんだろうこれって、この文化。いや僕もちょっと思うんですよね。なんだろう、これめちゃくちゃ根本的な話なんですけど、ホストクラブとか料金高いんじゃないですか。じゃあ今多分入れたのが例えばじゃあ30万とか50万だとしたら、だってリスカルドホテルとか泊めるんで泊まるんですよ、もうスーパー一流の接客があって、なんとか様いらっしゃいませっていう、そういう料金設定のところで、それよいしょは嫌ですよね。そうよいしょよいしょよいしょがこれ本当お客さん嬉しいんかなとずっと思いながら、まあまあそういうのを求めてたらやっぱホテル行くじゃん。だから歌舞伎町は歌舞伎町の良さがあるんだけど、俺マイクの後のよいしょだけ本当嫌い。俺も言おうかなこれミーティングでもよいしょっていうのやめない？みんなどういう判断だったんですか？よいしょっていうのやめましょうか。よいしょ最後のよいしょ言いましょうっつって勝てば官軍、負ければ負け犬。命がけのバトルを3夜にわたってお届け。ザ・ローランドショー開幕。3時半からなんだ、これこれは湿度まだ3ヶ月か。だいぶ頼もしかったなあいつ。本当に2店舗同時イベントっていうことなんで、まだちょっと垢抜けねえもん。ヘルプイス全部もう今超頼もしいですからね。そうですね。この日はザ・クラブのホストもここザ・シックを舞台に戦う。2店舗のホストがこの店に集結。なんか倉庫見2倍のおると安心客さんするんだよな。が来るためオープンは通常より2時間早い夕方5時。5時半、要はホストクラブのオープン時間ってなんか決まってるんですか？日の出とともに営業していいっていう。じゃあ、今5時夕方5時開店してるんですけど、もっと言えば3時開店してもいいんですよね。3時開店してもいい。僕ずっと思うのが、いつもホストクラブってなんか閉店時間間際でめっちゃ忙しくなるじゃないですか。確かにこれ分散も込みで別に長い時間やるべき。それありだな。一回昼間営業してみようかな。なんかランチホストランチホスト面白い。夜は出歩けないけどローランドショーのファンで会ってみたくて、ランチタイムね。そう月1回ぐらいだったらランチホストやってもいいかもしれない。確かに。うわやりてえな昼営業でお客様来て、今ここには太陽が2つありますとか言ってみたいわ。なんか
そういうボケかましてなんか困らしたいな。嵐の前の静けさが漂う不気味な店内。そして若い夏今回のイベントには厳格なルールが。ザ・バトルっていうイベントで、1部制と2部制みたいな感じして5時から8時までが1部で、2部が8時からラストまでっていう感じ。本日お客さんは完全予約制。会計金額が30万円までだと1部、それを超えると2部という仕組みだ。オープン30分前に現れたのはデビュー3ヶ月で売れっ子へと仲間入りしたこちらのホスト。こんな新人見たことないんだよな。3ヶ月で最高売上400万ってこと月？はい。しかもなんか歌舞伎町の歴史の中で1年ぐらいの経験で3億売るホストっていまだに出てこなくて、多分今セルティアさんそこまで今行多分行くかもしれない。だから本当60年ぐらいの歴史の中で一番の新人かもしれないですね。なるほど。早い時間と遅い時間の人もいるんで、8組が来るわけだ。はい。3ヶ月とか本当マジで落ちてるパンとか食ってたけどな。店の看板を背負った戦いに緊張が走る。対するザクラブから覚えてますこのユニフォーム。これバースデーで俺が着てたやつ。こういう時しかあんま気づかないんで。似合ってんな。俺より似合ってる。みんなのこれすげえ頑張ってくれたから、あとはもうオープンだからね。ついに来たかって感じだけど、この時は入ったんだけどもう体でかくなりすぎて今入らない。入んない。社長のお下がりを着て。これって何なんですか？どうやって買ったんですか？なんか注文？いや衣装会社に、言ってオーダー借りたんですよレンタルで。でもなんか思い出の服がレンタルでいろんな人に着られるの嫌だなと思って、ちょっと買わしてくださいよって言って。いくらしたんですか？でもまあそんな20万ぐらいだった気がするな。時刻は夕方5時。いよいよバトルイベント開幕。ザ・バトル開幕。でもネーミングセンスいいんだよな。いやみんながいじってくるけど。ローランドに憧れ5年前からその下で働いている相互の指名客。相互ちょっとよくわかんないんだなこのくだりがな。トーク能力のなさが垣間見えるけど、それが相互だから。今から出勤したっていうのは、ちょっと高額使うお客さんがいらっしゃると思ったんですけど、的がこう見たらやっぱかっこいいな。今日はお茶です。この時は多分戦うっていうようなこうファイティングスピリットがまあないんです。今日はお客さん何人いらっしゃるんですか？今日来る予定だったんですけど、来なくなっちゃったです。福岡の女の子もいなくなったんですよ。あんまりいなくなったんですか？いなくなったです。取られちゃったです。取られた？他のホストに取られちゃったです。まあね。いやこの福岡のお客さんの話は僕すごく福岡のお客さん僕今だに覚えてて。覚えてます僕も。彼が入った時に福岡からまた来た人ですよね。これがもっと頑張らないかも。普通にサボりすぎた。すまんね本当に。何なんですかねこれ。取られちゃった。そういうもんだから。そういうもん歌舞伎町はもう激戦だから。何をきっかけでお客さんとさよならになるんですか？なんかもっといい男がいたとか、なんか例えば100万使って1回アフターしてくれてたところを、なんか他の店だって100万使ったら3回もアフターしてもらえるんだったら、別にめっちゃ好きってわけではないけど、3回アフター行ってくれる人の方がいいなとか、なんかそういう感じなんじゃない？それでまた戻ってくるパターンもある？まあそうですね。戻ってくるパターンもあるし、毎日一流のご飯食べてても一流の良さ気づけないから、たまにはこう二流の飯でも食ってこいよって言ってましたけどね僕は。で何が戻ってきたんですか？何が戻ってきたんですか？本当に嘘だと思うかもしれないけど、俺本当結構戻ってきた。もうそんなアフターとか行くタイプじゃなかったけど、やっぱ俺のこのトークは誰も真似できないからね。やっぱ恋しくなるんじゃない？
はいはい。そんな中ザクラブの新人たちの不振を笑うようにライバル店ザシックのホストらはメルセデスでひどくないですか？でもこれ古崎さんのせいだから本当ひどいよ。俺マジで変えたらって言ったもん。あれですよ、もっと車のディーラーだったんですよね、彼が。そうでも別にメルセデスで働いてたわけではないからね。ああ、なるほど、はい、あ、ベンツじゃないんだ。そう働いた勤務先が。はい、最近もなんかちょっと入った新人になんかバズ・ライトイヤーってつけてそれはやめようってバズ・ライトイヤーバズ・ライトイヤーとか、あと孫悟空とかつけたりとかするんですよ。孫悟空いましたね。コアラもいた。コアラもいたマジでスタッフで遊ぶのはやめようっていう、本当。いやちょっとね、このネーミングに関してはちょっとまた話し合いますよ、黒崎さんと。最終的にホストでちゃんと売れるのはね、そもそも売り上げが取りに来るお客さんってどういう気持ちで来るんですか？そこを買ったその先には何があるんですか、お客さんに。俺マジで理解ができない。